右側の学校は少しナイル学校の前はナイル学校。オリエンタルカーペットスクール。カーペットスクール。ペルシャ集団ですか。そう。8歳から子供たち、生徒さんは子供たちは8歳から学校に入ります。からそう。初めて来ましたけど、この階段。あ、本当だ。ここ。見える？だってさ、なんかすごいわ、ここ。すべての畑はヤシの実の畑です。だから結構牧場の様は SDG ですか。美味しいですよ、これね。カエルの荷も取ります。カエルの荷も取ります。どこでも取ります。最近見つかったお墓見つかったところ、右下にあるお墓、最近新しい発見があった。右側のところも今まで発見しています。まだもう進行中なんですね。そうそう。絶賛採掘。見つかってないお墓が多い。すごい。なんかね、ここの階段ピラミッドがいい感じ。歴史。ちょっと仏教に近い感じ。イメージがね。美しいね。ちょっと目があまりに眩しくてサングラスしました。強い光です。この玄関かわいい。でもツルツルもなんかもしかないけど。おお、気持ちいい。ツルツル。光ってる。本当だ。なんかすごいいい雰囲気だね、これ。これって神殿だよね。うん。これ聞いとかなんですけど、すごい40体の柱です。2列に分けて22に分けて、柱のデザインと彫り方はすごい綺麗に残ってます。どの形に似てると思いますか？どのデザインに似てると思いますか？これってある種あそこだ。さっきのヤシの木。ヤシだ。ヤシの空気、ハスの空気の形を形こういうの少しカルナックとかルクソールにもある。似てない。似てない。どこの方が先端だけ？ここ一番古いピラミッドだから4600年前。4600年前だよ。右上左上にある柱は後から作った柱。屋根も後から作った屋根。修復した後の部分が多い。完成される柱の形はここに本にある柱です。天井まで続いてる柱です。ああ、だけど触れる。すごいと思うね。これ4600年前の触れるんだ。触れるんだよこれ。4600年早かりたいね。紀元前2600年とかね。どんな作品でもその時に星があって太陽があって、それの天体によって人がいろいろ考えて全部絞ってたって。人間ってすごい。こちらにある柱しか完成されてない。天井まで支えてる。天井まで続く柱。あ、本当だ。施設によると柱と柱の間には一体の間には王様の像が別のです。あジョーセロは第三の王朝の創始者、階段村ミッドを建てた王様です。創始者。とても有名なファラオなんです。彼の右腕によってピラミッドを設計した有名なイモホテップというエンジニアです。
山形君はチェーンのオフジャーになってから哲学者になった。哲学者になった。そうよ、本当に。本当に頭良くなるんだ。めっちゃ強かった。古代っていうのが一番古いんだよ。一番古いんだよ。これは砂漠の砂ととってもいいですよ。すごい綺麗。グランブドローじゃん。階段状ピラミッドっていうじゃない、本当に階段になってるんだね。だ最初ね、王様の現出は縦穴出てくる。縦穴。深さは33メーター。普通ただの穴です。はいはいはい。でもだんだん形中の通路の中の階段変わってきて、ここからピラミッドが生まれた。形。それすごくない？エジプトでピラミッドが生まれた場所。ここです。ここなんだみたいな。最高のピラミッド一番。ここでできて何百年後にあっちができた。OK。形知ってます。長方形からだんだん形になった。形は変わってきた。階段からだんだん線形になった。すごい。古代エジプト時代の祭りは2つあった。1番目の祭りはここで行われた。王様が30歳になれると、自分のピラミッドの周りに30回走っていました。自分のピラミッドの周りに30回。ピラミッドの周りを。30これはそう体力テストだった。王様は元気。大変ですよね。それね。王様は元気かどうかテストを受けます。そできたら同じファラオになります。あそこで歌ったり踊ったりビールももらったり飲めます。できなかったら代わりに他の王様走ってくれます。だからこのテスト起きないといけない。30年ちゃんと30年1回起きます。3年前から習得した。これね、この石ね、下の方の。そしたら綺麗に見える石、綺麗な形の石は後から、最近の載せた石、崩れた石の代わりに載せたんです。すごいユネスコの援助を受けます。供養それにユネスコの援助を受けます。お金出してくる。今回サッカラには中入ってみようと思います。チケットは別に買うんですけども、そんなに大変じゃないです。そう大変じゃないです。行ってみたい。これでオラニさんも入れるところが。ここ入りますか一緒に。入るチャンスあります。入らないと思うと思う。よかったよかった。あ、これ楽だね、こっちの方が。こっちの方が楽そう。これもうその4600年前。そうそう。4600年前。信じられないよ。もうびっくりするから。多分ここが世界で一番古いピラミッドですね。世界一古いんだ。何年間かかって修復した。ピラミッドって結局エジプトでしかできてないんですよ。でもメキシコのメキシコがあるから。あれもだいぶ新しいですよ。そう、スーダンのピラミッドもある。南アメリカ。ピラミッド。大洋神から足。丸にしなかった。意外と小さいっていうか、いいじゃん。下がったり歩いたり上がったりするんですよ。なんか古代エジプトにもう夢を馳せてどうですか？そうですね。縦穴だね。33メートル。これどこがこの通路でこうなってるんですか？そう。もともと。そう。でも南の入り口もあったからです。ああ、こっちね。こっちの階段上がってこう上がる。すごい。落ちそうだとはインホテップさん素晴らしい。このドームみたいになってるような気がする。上がね、ちょっとこう。この木は後からできたんでね、置いてあるんですね。この木みたいな目の。なんだろうあれ。ここはちょっと怖いよ。33メートルあるそうです。こう入り口が2つあったそうで、天井はちょっとドームみたいになってます。今この木で中にも鉄で補強しているそうです。
ボルトで補強してある。そのようにはい。これはそのままなんですよ。可愛いし、おしゃれだし、なんか、プリミティブなセクシーな感じね。ここはなんかだんだんない。そう、入りやすいしね。最後ですね。足が高くなるの、さらに高くなる。はい、サランバイバイ。ここしか下がらないんだもんね。そう。下にしか行けないんだよ。素晴らしいね。もうよかった。上はどうなってんだろうね、ここ。いや、上がわかんない。土なのかな。そのまま石なのかな。中が他に秘密の穴があったりして。ちょっとここで休んでいいかも。うわパラオの呪いじゃない？あ、座って。悪い。さらば。また来週。見てください。私が来ます。そうだよね。明日来る、明日。ギザの方行きます。大エジプト博物館行きます。あ、そうなんだ。ちょっと大エジプト博物館の使用民とか、ツタンカーメンのビデオとかグラフィックがあります。いやもうピラミッドさんありがとう。さっからまた来たいです。ナイル川ただほらできた。運河だな。でもそれでこんなに木がやっぱりドロップするなんてあるんだよね。植物っていうのは。ロゴが多いねこのね。すごい緑豊かなけどそうなんです。これがロマンです。私たち何のように書いてある。来た。やった。ゴミを運ぶロバ。哀れな感じの。汚い。かわいい。メタネムスクから市場まで、ハンハリリ市場まで30分ぐらい、20分ぐらいかかります。بعد المطب عندي هل الفاكهة فيما إلى بعد いいね。ちょっとわかんない。これなの。ここからも行ってないけど。あ、この人から。買うんだ。面白いね。昼のこの景色撮ってないかまだ。そうだ。ねえ、だってさ、昨日夜来たし。
も更けてまいりました。ピラミッドはいつも優しくそこにいます。見ていただいてありがとうございました。よろしくお願いします。それではまたね。See you next time!